お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー率いるドイツ第三帝国陸軍において、機甲化部隊の走りとなった軽戦車、2号戦車の解説をする。大日本帝国陸軍の機甲車両シリーズは一旦休憩か。休憩というか、前回公開した一式中戦車に間髪入れずに、3式、4式、5式中戦車の解説を上げる予定だったんだけど、編集が意外と終わらなかったので、ドイツ軍にも範囲を広げてみようという試みだ。さて、第二次世界大戦では、西方電撃戦でその有名を世界に轟かせたドイツ軍の機甲部隊だが、その始まりは、エルサイユ条約体制での軍備を制限された状態で、細々とカモフラージュをしながら戦車開発を進めることから始まった。戦車開発禁止だもんな、エルサイユ条約下でのドイツは。その状況にあっても、海外と秘密裏に提携をしてまで、戦車開発に邁進したドイツ軍の先見性というのは、日本軍と異なる側面と言えるかもしれない。戦前の日本軍の場合、第一次世界大戦に艦船武漢こそ送っていたものの、遠くの戦場で展開された近代戦争に疎い上層部の将軍もいたのに対し、ドイツ軍は、実際に第一次世界大戦を体験し、多くの戦訓を得たという点で違いが出たのかもしれない。百聞は一見にしかずとも言うからね。戦前の日本軍で、長田の前に長田なし、長田の後に長田なしとまで称された逸材の将軍である長田鉄山は、第一次世界大戦の渦中にある欧州に何度も派遣され、戦争という現象が新しい時代のものに変わりつつあることについて警鐘を鳴らしていたが、この長田鉄山は、後年陸軍省軍務局長に累進し、これからという時に暗殺されてしまうんだ。話がそれたが、1919年に調印されたベルサイユ条約では、ドイツの陸軍兵力を歩兵7個師団と騎兵3個師団以下に抑え、陸軍を10万人以下とすること、長らくドイツ陸軍を牽引してきた参謀本部を廃止すること、徴兵制を廃止すること、戦車、潜水艦、航空機などの製造を禁止することなど、徹底して陸海空のドイツ軍の最高を抑え込むことが起とされていた。そこでドイツ陸軍は、戦車開発を進める過程で、連合国の監視を逃れるため、外国と秘密協定を結び、当該国の領土において戦車の開発や実験を行うという離れ技をやってのけた。戦車開発に対する執念が垣間見える。1920年代以降に、ドイツ陸軍が戦車開発の提携先として選んだのが、ソビエト連邦だ。なんで独ソ戦にまで展開したソ連なの？ざっくり言うと、当時のソ連は、共産主義革命で誕生した新興国で、石化を恐れる国際社会から排撃されるわ孤立化されるわで、外交的には孤独な存在だったんだ。そこにドイツ陸軍が目をつけた。仲間外れ同士で提携しやすい関係だったわけか。1922年にドイツは今ある共和国とソ連との間で、両国間の外交関係を正常化させるラパッド条約が締結され、その秘密付属条項として、ソビエト連邦の領土内におけるドイツ軍の軍事訓練を認めることなどを内容とする、秘密軍事協定が締結された。これにより、後年第二次世界大戦でドイツ第三帝国陸軍の機甲部隊を引っ張ることになる将校たちが、ソビエト連邦で機甲戦の訓練を積む状況が生まれた。なんか不思議な光景だな。ヒトラー率いるナチスが政権を取ると、この協力関係は解消されたけどね。このようにして機甲部隊の継続的な開発を続けていたドイツ陸軍だったが、いよいよ本格的な機甲部隊を整備する時代が、ある男によってもたらされる。誰かな？大体わかるけど。その男の名は、アドルフ・ヒトラー。ドイツ第三帝国の総統であり、彼が発出した再軍備宣言が、ドイツ陸軍の転換点となった。1935年の再軍備宣言により、ベルサイユ条約の軍備制限条項は破棄され、ドイツ陸軍は急速に軍備を整えることになった。その中には当然、戦車の開発も含まれていた。そして、ワイマール共和国軍という名称も、ドイツ国防軍に解消される。ここら辺はドイツ語をどう和訳するかという問題があることは不言しておくけどね。再軍備宣言以前にも、ドイツ陸軍では、
本格的な戦車を生産するまでのつなぎ役として、主に訓練や生産技術の獲得を機として開発された軽戦車である、1号戦車を開発していた。ちなみに、この1号戦車は、秘匿用の名称として、農業用トラクターと呼称されていた。ベルサイユ条約体制でのドイツの苦労が忍ばれる呼称だな。ところが、ヒトラーの再軍備宣言を受け、ドイツ国防軍首脳は慌て始める。ベルサイユ条約の制約がなくなったとはいえ、機甲戦で威力を発揮するような新型戦車は到底完成していないのに、ヒトラーの再軍備宣言により、機甲部隊の整備スケジュールが前倒しになってしまった。そこで、訓練用に開発した1号戦車より強力な火力を持ち、将来起きるであろう機甲戦の訓練としても有用で、機甲部隊を構成できる戦車として開発され量産されたのが、この動画の主役である2号戦車だ。やっと2号戦車にたどり着いたな。2号戦車の開発命令自体は、1934年にドイツ陸軍からクルップ社など複数の会社に発出されており、各社から設計書が出されたが、最終的には MAN 社の設計書が採用された。現代まで存続している会社ばっかりだな。2号戦車の特徴としては、前身である1号戦車が機関銃で武装していたのに対し、2号戦車は、もともとは対空機関砲だった 20mm 機関砲を主砲とし、副砲として 7.92mm 機関銃 MG34 を装備していた。機関砲や機関銃の装備で手一杯だったのかもね。2号戦車は、試作車から始まり、A 型から C 型、さらにはほぼ新型車両ともいえる D 型、E 型などあらゆる設計変更や改良が施されたが、その初陣は、スペイン内戦だった。フランコ将軍だな。スペイン内戦は、第二共和制のスペインで発生した、左派の人民戦線政府軍と、右派のフランコ将軍率いる反乱軍が激突した内戦だ。フランコ将軍が反乱軍のリーダーに就任したのはスペイン内戦の半ばだけどね。スペイン内戦で重要なのは、それぞれの陣営に対し、海外の国家が支援を行い、それぞれが軍隊を送り込んで、実際の戦場であるスペイン各地で、兵器などを実験的に運用した点だ。右派の反乱軍にはファシズム側としてナチスドイツやイタリアが、左派の人民戦線政府軍にはソビエト連邦などが支援を行った。ドイツのコンドル軍団が有名だな。コンドル軍団のゲルニカ爆撃で、ピカソのゲルニカが描かれたね。コンドル軍団の初代司令官は、後年ドイツ空軍の元帥となるフーゴ・シュペルレ少将だ。眼光の鋭い軍人だな。スペイン内戦には、ドイツ陸軍の機甲部隊も参加している。後年は装甲兵対象となる、トーマ中佐率いるイムカー戦闘団だ。2号戦車はこのスペイン内戦で実験的に運用され、その後もナチスドイツの膨張に伴い、オーストリアやチェコの併合時に、占領を行う部隊の戦車として従軍した。そして、第二次世界大戦の火蓋を切ったポーランド侵攻時には、1000両を超える2号戦車が参加した。多いな2号戦車。冒頭ら辺でも言った通り、2号戦車はもともとは本格的な戦車が開発されるまでのつなぎ役として開発されたんだが、対戦車の戦闘はともかく、ポーランド軍の騎兵を相手とする戦闘や、歩兵支援の戦闘などでは意外と優秀性を発揮していた。しかも、再軍備宣言以降にドイツ陸軍は結局十分な戦車数を揃えることができず、第二次世界大戦に突入したので、前線では1号戦車よりも威力のある2号戦車の配備要求が後を絶たず、装甲を増強するなど改造を加えながら、結果としてナチスドイツの敗戦時まで使用され続けるという経過になってしまった。ドイツ陸軍にとっては開戦が早すぎたか。機甲師団の急速な拡張に、戦車生産が追いついていなかった側面はあるかもしれないね。軍備の完成が間に合わずに第二次世界大戦に突入という現象は、ドイツ海軍でも起こってしまっていた。ドイツ海軍は軍拡計画として、有名な Z 計画を立案し、計画の遂行に邁進しようとした。しかし、ドイツ海軍の Z 計画も結局は、第二次世界大戦の勃発と戦局悪化、ゲーリング率いる空軍による介入などで、中途半端な達成率で終わってしまったんだ。さて、以上の通り、2号戦車などの解説をしてきたが、戦車や装甲車両を中心にした機甲情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、
教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。